ジャズで生活のロドロ、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイだけです。ということで今日はビバップの偉人から学べビバップフレーズやっていきましょう。今日のフレーズはもうどえらい爽やかです。気になるあの子もきっと振り向いてくれます。はい、いかがでしょうか。オルタードと一切なく、これすごいストレートなものなんですね。ではこのフレーズ一体どうなってるんだ、チャーリー・パーカーどうやって吹いたんだね、指板ギターどうやって見たらいいんだっていうのはこれからゆっくり解説していきますので最後までお楽しみください。ではまず最初このフレーズのコードやっていきましょう。これは A フラットメジャーのキーの曲です。なので A フラットメジャーが1度になります。でここで2-5 B フラットマイナー7 E フラット7 5度7で一度戻ってくるという感じですね。ではいきなりフレーズいくんではなくて、もうちょっとこのコード深掘りしていきましょう。これをやることによってジャズのある応用力を養います。やり方は至ってシンプルで、意識を少し持つだけです。でこちらに興味があるよって方がおりましたら、僕が以前ねアップロードしたフレーズの練習の仕方という動画で詳しくやっております。この動画では簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後にぜひご覧ください。では応用力を養うために何をするんだと、コードを弾きます。さっきやったがね、違います。コードを弾くといってもただ弾くんじゃない、コードフォームを意識するんじゃない。では何をやるんだ。コードの持ってる響き、これに耳を傾けてください。ただただ難しく考えることはありません。 B フラットマイナー、暗いな、その程度で大丈夫です。でコードが進行していきますもんで、この2度マイナーから5度7、どう音が変化したか、これをしっかり頭に入れましょう。で5度から1度ね、ドミナントモーションね、安定したなという感じで全然構いません。でこの251というコード進行の上でフレーズをやるっていうのがすごい意味があります。この2つを一緒に考えれるようになったら、他のキーに転調した時も同じようにフレーズが簡単に弾けてしまいます。フレーズばかりに意識がいってしまいますが、コードを含めたフレーズという認識でやっていきましょう。フレーズばかりに意識がいってまいりますが、コードを含めたフレーズということで意識してやってこまい。はい、いかがでしょうか。こんな感じで、ね、楽しくコンピングなどやりながらコード進行楽しんでください。でまだ難しいよっていう方がお見えになりましたら、もちろん四つ切りでも構いません。優先することはコード進行をしっかり頭の中で鳴らすことです。それでは大変お待たせしました。フレーズの解説いきましょう。でこちらなんか横にチラチラ見えてるフレーズを練習する上で大事な3つのポイントで、この中で1つスケールございますね。で何のスケール使うんだと、はい、モードスケールっていうスケールを使っていきます。でまだモードスケールよわからんよって方がお見えになりましたら、僕が以前アップロードしたモードスケールについての動画がございますので、こちら参考にしてみてください。今日はもうどえらい簡単にやっていきます。では1つ目、コードポジションどういうことだと。でギターってもうとりあえず同じ音が違う弦でね鳴らせたりしてワイヤになってまうけども、で簡単に言うとどこでフレーズを弾きたいかっていうところですね。低いところで弾きたいか高いところで弾きたいかで、大体この6弦のポジションか5弦のポジションを中心にやっていくとギタリスト分かりやすいです。なのでこの辺で鳴らしたいと思ったら、この6弦ルートのあたりで探します。もちろん例外もあります。で今日は例に漏れずこの6弦ルートでやっていきましょう。ではまずコードポジション決まりましたので、コードトーンいきましょう。コードトーンはコードを作る大事な中心となる音になります。1マイナーサード571マイナーサード571となります。でこの大事な音を結んでいくという意味でスケールをやっていきましょう。 B フラットドリアンスケールですね。12マイナー3 4 5 6 7 1 2マイナー3 4 5 6 7 1という感じになります。安全な場所、安全な音ね、分かりましたね。なのでこれらを見ながらフレーズやっていきましょう。3、4、1、2、3、4となります。 B フラットマイナー意外と休憩が多いですね。これを休憩と捉えたらあかんよ。説明していきましょう。まずこの音もう一度でね、 B フラットの音
でここでワンツースリー、この半音、これがどえらい大事になってきます。でこのあと1拍半ね、9分になります。このフラット5度は4拍目の初めの5度に対するアプローチノートになってます。でここから3連符でとコードトーンでいきます。でここから3連符で5度7度ナインスという感じで3度で上がっていきます。で9分1拍半と3拍目の裏のこのフラット5度の音、これが実はどえらい大事になってきます。このフレーズのキーにもなっていきます。どういうことかというと、9分をただただお休みだと思ってしまうとワンツースリーフォーになりますが、ここでしっかり溜めて爆発するという意識を持ってください。ワンツースリーワンツースリーね、違いますよね。ちょっとした意識の違いなんですけども、9分も音符の一部なのでしっかり演奏していきましょう。でこのためがまた3連符に行きますので、では次 E フラット7。 E フラット7は5弦のこのポジションでいきましょう。ではコードトーン1357135になります。でスケールは E フラットのミクソリディアンです。123456712345671になります。なので E フラットで使える安全な音が分かりましたので、フレーズいきましょう。ワンツースリーフォーワンツースリーフォーになります。この3連符で行き着いた先が E フラットのルートですね。なので思いっきり E フラットで1度6セブンスまた6に行くんですね。で5度行って、この音は E フラットのコードの中にありますが、もうこれは実は A フラットです。でこの音は A フラットから見たら5度の音、次やりますが、不思議だと思いませんか？ E フラットのメジャーサードの音ね、メジャーかマイナーを決める大事な音が入ってないんですけども、しっかり E フラット7として成り立ってますよね。で5度に関しては特に何にも左右しない安全な音ですよね。 E フラット7の中にあるコードトーンで大事なのセブンスしかないですね。なのにこの爽やかな感じで、それに6度が加わる感じですね。ナチュラルテンションで5度に落ち着くと。実際こうやって見てみるとすごい不思議なフレーズなんですけども、なんとも爽やかなフレーズですね。で最後は A フラット、ここの予言ルート見ていきましょう。ではコードトーンで1357135まで見ていきましょう。ではスケール、アイオニアンスケール、メジャースケールです。12345671234 5、この辺まで見ておきます。でね、さっき言った5度の音になります。なんで音がもう1個しかないのにやったんだと。はい、ジャズのアドリブってもうここで終わるわけじゃないですよね。次々にやっていかないといけないので、そのためにちゃんと形を見る必要があります。みたいな感じでどんどん続いていきますので、最後のフレーズだと思わないでしっかりね、最後までやりきることが大事です。ということでフレーズの解説は終わりましたが、まだ終わってはいけません。なんでだと。はい、まだ一つのポジションでしかやってないよね。だもんで他のポジションでもやってこまい。はい、ということでいろんなポジションでやりました。主にこの6弦と5弦を中心にやることをお勧めします。今の場合だと高いとここっち行かないといけないよね。そういう時は
もう諦めてと低いところにシフトする。でこういうことをやることによってまた違うねフレーズにつながったりしますので意外とおすすめなんですね。ではまだ終わらんといてちょもう一歩やることでよりよりジャズの応用力がついていきます。では何をやるんだと。はい、他のキーでやってこまい。12キーやれとは言えせんがね。だって忙しいの分かってますもん私だって。だもんで一つだけでいいので他のキーで挑戦してみましょう。はい、ということで今は C のキーでやりましたね。なので Dm7G7C という感じです。でこれもね下に行くパターンですね。で C のキーって物事フラットに考えれるじゃないですか。なので意外とおすすめなんですね。でここで慣れたらまた変なキー今度挑戦したり見たりするとよりいいですわ。ということで最後に僕が2回しアドリブをしてみます。最初僕が適当にアドリブをしてこのビバップのフレーズにつなげてみます。はい、いかがでしょうか。こんな感じで僕のフレーズやれってわけじゃなくて自分のフレーズからこのビバップのフレーズね移ることによってよりより馴染んできてセッションとかで出やすくなります。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄に Nintendo Switch 2当たったよとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで実は Nintendo Switch 2当たっている私レイだけなんですけども Facebook や Twitter、Instagram などですねどえらい低頻度でやっておりますもんでそちらの方ですねフォローしていただきつつ皆さんはよなんか書きやと、コメントで私レイだけを少しいじってみてはいかがでしょうか。ということで日頃からいつも皆様温かいをありがとうございます。最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけるとですね私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきますのでそちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。